2チャンネルの名作スレを肉声のナレーションとセリフでお届けします。ほっこり感動すること間違いなしです。2011年にこんなスレが立ちました。突如として訪れた運命の転機、小さな姪を引き取ることになった一致の新たな人生が始まる。未知の世界への挑戦に次々と立ちはだかる困難。果たして彼らはどのように乗り越え成長していくのか。心温まる家族の絆を描いた物語が今ここに幕を開ける。姪っ子が嫁に行った。先週だけどね、姪っ子が結婚した。誰も読みたかないだろうけど、思い出を書いていこうと思う。ちなみに俺37歳、未婚。姪っ子以下姪23歳。姪は兄夫婦の子供。兄とはだいぶ年が離れていて11歳差。義理の姉も兄と同い年。俺が14歳の時に当時25歳の兄夫婦に姪が生まれた。当時赤ん坊なんかうるさいだけだと思ってた。バカ厨房だったが、姪だけはとんでもなく可愛く思えたのが不思議だった。父は頑固で無口。怒る時には手も同時な人だったが、初孫となる姪には家族の誰も見たことがないようなデレデレ顔になって気持ち悪かったな。そんな父が自転車に子供用の椅子をつけて散歩に行けるようになるのをすごく楽しみにしていた。しかし大問題が。姪が父と俺にだけはなかなか懐いてくれなかった。3歳ぐらいまでは父と俺の声が聞こえるだけで怯えて固まる。不意に視界に入ると泣き出す。抱っこしようとすると号泣して義理の姉か母に助けを求めるありさま。そんな時の父の寂しそうな顔は忘れられないが、母曰く俺も父と同じような表情だったらしい。結局父と姪の自転車散歩は実行されることはなかった。それから義理の姉の話だと、父と俺以外には老若男女関係なく人懐っこい子供だったらしい。それを聞いて落ち込んだ。ともあれようやく懐いてくれて、こっちもアホほど可愛がって遊んでた。で、姪が5歳の時、母と義理の姉の母が相次いで病没した。それなりに終端場だったが、姪にはまだよく分かってなかったのかな。その2年後、今度は父が病没。義理の姉の父は随分以前に亡くなっていたので、姪は7歳にして祖父母を失った。その年の俺はなんとか就職が決まって実家を離れていたし、兄家族も実家から離れていたため、相談の結果、実家田舎で小さいながら一軒家だったは売りに出し、半年後には更地になっていた。実家が壊される時、兄家族と一緒に見に行ったのだが、姪のじいちゃんのお家なくなるねって言って泣き出したのつられて、俺もちょっと泣いた。そして姪が11歳の時にその事故が起きた。兄家族の乗る車がトラックと衝突し、兄は即死。義理の姉は3日間意識不明の後亡くなった。姪は奇跡的に打撲だけで済んだ。姪の親族は俺だけになった。当時25歳の俺は事故の半年前に勤務先が倒産したため無職。多くはないが相続した遺産と貯めていた小金で日本一周なんぞをしていた。兄夫婦の死に絡み、いろいろなごたごたがあったが、一番の問題は姪のことだった。無職の若造が引き取って育てるなんてことはできるはずもなく、結局児童養護施設に預けられることになった。その後、父の知人から誘っていただき、零細運送会社の運転手の仕事を始めた。幸い姪のいる施設とはそんなに遠くなかったので、できるだけ毎週会いに行くようにしていた。施設に入ってからの姪はやはり事故の精神的影響が大きく、非常に塞ぎがちだったらしい。それなのに俺が会いに行くとすごい嬉しそうにしていた。だから少しでも励みになれたらと思って、
こまめに会いに行くようにしていた。それが裏目に出るとは思いもしなかった。もうすぐメイが小学校卒業という時期に施設から連絡があった。メイがいじめの対象になっているとのこと。その原因が俺にあるということだ。メイは俺と会った後はすごく元気になるらしく、そのことが施設にいる他の子供、特にリーダー格の年上の女の子から疎まれるようになったらしい。基本この施設にいる子供たちは保護者がいなかったり虐待を受けたりで、親や親族と会うことのない子供たちだ。そんな中、メイにはいつも親族、俺が会いに来て楽しそうにしている。なんでお前だけがとなり、いじめの対象となった。もう少し早く。施設職員と今後の話し合いをしたのだが、その時に言われたのが、メイと会う回数を極端に減らしてくれとのこと。他の子たちと差が出ないようにしたいとのことだったが、俺にとっては残されたただ一人の大事な身内だ。とても了承しがたい。しかしその方がメイのためになるならとしぶしぶながら納得。そのことをメイにも伝えたんだ。そしたらメイが突然泣き始めた。おえつしながらこんなようなことを言ったんだ。マサトおじさんは私のこと嫌いになったの？お父さんもお母さんも誰もいなくなったのに、マサトおじさんまでいなくなったら一人ぼっちになっちゃう。そんなの嫌だ。それにここにいるのも本当は嫌でたまらない。会う時はいつもニコニコしていて、わがままも言わずにいたメイだったが、やっぱり相当無理をしていた。当然のことだが、なかなかいいぞ、読んでるから続けてくれ。11歳で突然に親を失ったメイがたった1年で立ち直れるものか。ぐしゃぐしゃに泣きながら、でもどこかで遠慮してるのか。いつもならまとわりついてくるのに、この時は俺から少し離れた椅子から決して近づいてこようとしなかった。そんなメイを見てたまらず俺も泣いた。そして最近空想程度に考えていたことを提案した。おじさんと一緒に住むか。マサトおじさん。その時再就職先での仕事も慣れてきたし、まあぶっちゃけお金の問題については相続やら兄の生命保険やらでどうにかなる見通しがあった。保険金についてはもちろんメイが受取人だが、弁護士を挟んで俺が後見人となってて、メイの養育費などとしてはある程度融通が効いた。遊んで暮らせる金じゃないが、なんとかなるかなと思ってたんだ。そしたらメイのやつ、いいの？マサトおじさんは私のこと邪魔じゃない？嫌いじゃない？本当にいいの？なんて聞いてくるんだ。12歳のくせに気を使いすぎなんだよ、このバカ。当たり前だ。メイのことが嫌いなわけないだろって思わず怒鳴った、泣きながら。あとは2人して泣いた。思い出したら今ちょっと涙目。ハッピーエンドにしてくれたのんだ。同じくハッピーエンドに期待。レスをくださってる方、返事できなくてすみません。初めてスレ立ててやってるんでちょっといっぱいいっぱいです。あと読みにくいし遅くてごめん。涙もろいおっさんの話に付き合ってくれてありがとう。頑張れマサトおじさん。お前さんは続けることに集中してくれればよい。返信なんていいよ。気にしなくて好きなように書いてけばいいさ。返事いらんから淡々と書け、もう会社に着いちまうだろ。勢いで名誉を引き取る決心をした。はいいが状況は全く良くない。最重要の金銭は先に言った通りなんとかなるが、まずは住むところ。6畳一間のボロアパート住まいで2人で暮らせるようなとこではない。そしてメイはあと1月で中学生になる。できればそれまでに新生活を始めさせてやりたいが時間がない。もうバタバタだった。そんな時に社長という名の救いの神はいた。これは様子レオレと年変わらないのに。再就職や
身元保証人になってもらったりと何かと世話になっている K 社長。今回のことも相談すると翌日には新居を紹介してくれた。社長の知り合いの不動産屋に探させたらしい。2DK の文化住宅、しかも社長宅のすぐ近く。何かあったら俺の嫁さんにメイのことを頼め。お前だけでできることなんか大してないからな。ありがたくて再敬礼した。目頭が、K 社長は当時48歳。無駄に男気あふれるいかにも現場の親方。奥さんと22歳と18歳の娘さんがいた。社長は俺の事情を以前から知っていたが、奥さんたちにはこの時初めて説明した。みんな泣いてくれた。その後で、なんでもっと早く言わなかったのって奥さんに怒られた。俺はもう本当に社長家族には感謝しかなかった。そこからは本当にドタバタで、書類がどうじゃの、役所がこうじゃのと、ややこしい話のオンパレードだった。そして入学式には間に合わなかったが、4月中旬から新生活が始まった。まあ、最初のうちは本当にぎこちない生活だったと思う。お互いに変な遠慮というか、距離感がつかめないというか、それでもメイが笑って学校の話をしたり、社長娘と遊びに行ったりしたことを楽しそうに話すのを見て、本当にこうしてよかったと思った。まさとおじちゃんってコテつけたらいかがだろう。コテつけてみました。同居を始めてしばらくしたある夜、メイが寝ている部屋で悲鳴が聞こえた。部屋に行くと震えながら泣いているメイがいた。落ち着くのを待って話を聞くと、あの事故のことを夢で見たらしい。事故の瞬間のことはショックや気を失っていたことで覚えていないが、唯一覚えていることが救出直後の母親と話したことだった。血まみれの母親がメイを呼び、よかったよかった。メイが無事でよかった。お父さんは？メイはよくわからないまま答えた。お父さん元気だよ。大丈夫だよ。お母さん、お母さん。ただ、もうそれに母親は答えず意識を失い、メイもそういう会話をしたことだけしか覚えていないそうだ。その場面を夢に見た。しかもこれまでにも月に 2,3 回は見て、どうしようもなく怖いらしい。眠いけど最後まで見てやる。追いついたそのまま続けて。両すれ。そうか、同居して初めてわかることってあるんだな。なんつう人生だよ。今すれたい見直してさらに切なくなった。俺の腕にしがみついて泣きながらその話をしてくれた。話を聞きながら、何もしてやれないことがどうしようもなく辛かった。その日はメイが落ち着いた後、ぐっすり眠るまで隣にいてやることしかできなかった。どう考えたってトラウマになるよな。その後もたまに同じようなことがあり、俺がメイの部屋でそばにいてやったり、逆にメイが俺の寝ている横に来て丸くなっていることもあった。少なくともそうすることで安心できてたのならよかったと思う。一応言っとくが、エロゲ展開はないので準備すんなよ。おいちゃん頑張ったな。涙もろい俺には耐え難いスレだな。よし、あとは悲劇惨劇辛い寂しいはないぞ、多分。社長家族にはもうお世話になりまくりだった。奥さんには食事の世話をしてもらったり、メイに家事を教えてもらったり、2人の娘さんには妹同然に可愛がってもらって、よく一緒に遊び行ったりしてた。中1の時の体育祭、平日だってのに俺は無理やり有給取らされて、なぜか社長一家とメイの応援に行くなんて一言も言ってなかったから、むちゃくちゃびっくりしてたな。だが待ってほしい。何より悲しいのは一致に人生の伴侶がいないことではないか。きっとこれからなんだよ。マサトのおっさん自身の春は。いい社長や社長の家族はいい人だな。
社長いい人すぎわろた。社長がバカでかいダミ声で応援して、途中で裏声になって周りが大爆笑。帰ってからメイがなんて恥ずかしいことすんのよバカって笑ってたのをよく覚えてる。あと所長が来た時の俺のオロオロっぷり。ある時トイレに行ったらトイレの床が血まみれでメイがいない。なんじゃこりゃと思って慌てふためいて、とりあえず社長の家に行ったら男は出てけって奥さんと娘さんたちに追い出された。後になってその時の俺の様子をネタに今も茶化されてるよ。同性の相談相手が近くにいてよかったな。男は出てけって本当にある話なんだなわろたわら。奥さんに教わって徐々にメイが料理をするようになった。中2の秋だったかな。突然クリームシチューを市販のルーではなく手作りで作ることに凝り始めた。奥さんも作り方は知らなかったが協力していろいろやっていた。できたシチューは十分うまいものだったがメイはなぜか納得しない。さすがに毎週シチューが続くとなんでだと聞いてみたが理由は教えてくれなかった。そんな話を奥さんと喋ってたら実はと教えてくれた。母親の得意料理がクリームシチューだったのだ。何年も前のことだから作り方も味もよく覚えていない。けれどなんとか作ってみたい。けなげだねこの娘っ子は本当に。だからしばらくシチューは続いたが文句言わずに食べてた。ある日に作ったシチューは自信作というか記憶にあるシチューの味に近かったんだろうな。どう？美味しい？どう？でしつこく聞いてくる。もちろんうまかったのでそう答えたら妙に嬉しそうにしてたからついポロッと聞いた。お母さんのシチューができたかって。そしたらメイのやつ硬直してなんか泣きそうな顔になったんだ。思わず俺の方がオロオロしたなあの時は。目から汗が。続けろ。なんで知ってるのってメイに聞かれて奥さんから聞いたことを話して、思い出の味だろよかったなって言ったんだよ。そしたらなんて言ったと思う？ごめんなさい。だよ。何がごめんなさいなんだって思うよな。さらにごめんなさい。まさとおじさんがいるのにお母さんのことなんか思い出そうとして。全くメイのバカタレが。いいなこの家族。切ないな。メイの言うことによると俺に世話になりまくってるのに今さら両親のことを引っ張り出すようなことをしたら俺が嫌がるんじゃないかって思ったらしい。いやいやそんなこと思うならシチュー食わすなよ。というか俺がそんな風に考えると思ってたのか。なんかそんな感じで無性に腹立たしくなって悲しくなったな。だからこう言った。メイがお父さんやお母さんのことを覚えていてあげなきゃどうする？なんでそこで俺に遠慮するんだ？俺がそんなことでメイのことを追い出すとでも思ってるのか？俺をバカにすんな。遠慮なんかすんなバカ。もっとお父さんやお母さんのことを教えろ。俺の兄貴とお姉さんでもあるんだぞ。こんなようなことを言ったと思う。多分同居を始めてから初めて怒鳴ったと思う。で、メイ泣きながら謝る。俺謝んなって言いながら泣きそう。その後シチューは定番になりました。母さんのシチューなんて悲しいだろうに。思い出して作るって今の環境がよほど良いんだろうな。なんか日本語変だわ俺。言いたいことは伝わった。シチューの件を思い出すとちょっと今でも切なくなるな。ちなみにそれ以前はメイが自分から両親の思い出なんかを話すことはなかった。ずっと遠慮してたんだと思う。でもそれ以降はそんなことはなくよく話してくれるようになった。子や。両親の思い出を話せるってのはいい傾向だよね。心の内側が外に向かって開かれてる証拠。シチュー察します。それ以降は
に大きな出来事もなく高校進学。メイ16歳高2、俺30歳の年、マサトのおっさんにある出来事が起こる。なんとマサトのおっさんに彼女ができる。おっさんにとっては10年ぶりの彼女である。期待に添えなくて悪いが、社長の娘さんたちではない。おうめ。彼女いない歴イコール年齢っていう人物を想像してたわら。早く。付き合う前に俺の家庭の事情については話していたし、付き合いだしてから何度か家に招待してメイと一緒に食事したりもした。ミキ、彼女亀とメイも仲良くなって、なんか電話とかメールをしたりもしていたらしい。交際は1年ほど続き、本気で結婚を考えた。メイにもそう考えていることを話し、賛成してくれた。ある時なんぞ、メイの方から社長娘と土日は遊んでくるから、マサトおじさんもミキさんとデートしてきたらなんて言いやがったこともあった。そんな有頂天のある日、ミキから恐ろしい質問が。私とメイちゃんのどっちが大事なの？冗談交じりの問いかけならよかったかもしれない。だけどあいにくごく真面目な問いかけだったようだ。何この腐ったドラマみたいな展開。なんでそんなこと聞く？なんで？どうもマサトのおっさんは土壇場に弱いというか、オロオロしてしまう。あの時は本当に思考がショートしたかと思ったよ。選べるわけないだろ。頭の中でつぶやいたつもりが声に出てたらしい。しかもはっきりと。そうよね。とミキは答えて、その後は何でもないようにデートを続けた。そのデートから2日後、電話で破局を切り出されて終わった。やっぱ俺がメイに構いすぎてるように思えて我慢できなくなったんだと。逆の立場なら俺もそう思うわな。理解できるし、なんか俺もあの問いかけをされてから急速に冷めたのが分かったから、あっさりしたもんだった。ところがあっさりしなかったのは姪っ子なわけだ。まあ妙に勘がいいというのか、やっぱ女だからか。俺がミキと別れた。俺もミキもお互いのことが好きでなくなったから。なんて言い訳を信じない。やっぱりどこかで自分が俺の足を引っ張ってるみたいな負い目を感じてたのかね。本当の理由は死んでも教えるつもりはないから押し切ったけど、後にバレる。なぜならメイがミキに電話して直接尋ねやがったから。メイちゃんとミキが仲良くしてるの知ってて、本当の理由を隠し通せると思ったお前はバカわら。どんな内容の話だったか詳しくはわからないが、ミキにとってメイを大事にする俺に耐えられなかった的なことらしい。メイ勝手に追求して撃沈。高3女子に泣きながら、私のせいでごめんなさいとか謝れて俺にどうしろと。泣き虫なのは大きくなっても変わらないなと妙にサバサバしてたのは覚えている。とりあえず久しぶりに頭を撫でてやりながら、何もかもひっくるめて、メイのことを引き取ってるんだから気にすんなって言ってやった。それ以降何も言ってこなくなったが、あいつのことだからまだ気にしてるだろうな。いやーなんかね、女心のわからんおっさんの自爆話になって申し訳ない。なんか改めて俺の恋愛スキルのなさに泣けるぜ。話を戻してっと。メイは高卒後の進路について看護学校に行きたいと言い出した。この頃には遺産や保険金があるから進学するにせよ何にせよお金の心配と遠慮はするなという話はしていた。その上で自分がやりたいと思うことがあるなら行けばいいと思っていた。無事に看護学校に進学した頃、なんというかどういうか、ついにあれが来た。彼氏紹介したいの。来たよ。おいおい、俺どうしたらいいの？まあメイも20歳になった。彼氏の一人もいるだろう。なんかニヤニヤしながら携帯手にしてわざわざ外に出て電話をしてるのも知ってる。
壁薄いからなうちは。しかしだ。直に会うとなったら話は別だろう。いかん、当時を思い出して動揺してきた。紹介された彼氏、22歳の大学生。ぶっちゃけイケメンではないが、なんというか人が良さそうな優しい顔つき。ただし柔道をしているとかで体格はいい。体重70キロの柔道選手ってむちゃくちゃいい体してんなって思ったわ。なんだな、寂しい限りだがお似合いの2人だなって思った。3人でビール飲んで、なんか途中から社長と奥さんが乱入してきた。酒盛りになったが俺は嬉しかった。メイも彼氏も社長夫妻も楽しそうだったしな。嬉しいけどなんか切ないな。マサトの奥さんみたいな男の人もいるのね。世の中捨てたもんじゃないな。マサトに春が来る結末以外は認めない。その後もメイと彼氏は交際を続けてた。メイは卒業してある病院に勤務。住まいもその病院の寮に移った。彼氏も無事に就職した。そして去年の春、うちに彼氏を連れてメイが帰ってきた。私たち結婚します。だとよ。もうなんか彼氏がメイの尻に敷かれてやんの。それでもたかしくん彼氏加盟、顔真っ赤にしながら俺に、必ずメイを幸せにします、お父さん、娘さんを僕にください。だってさ、なんかね、もう俺むっつりしたままいるつもりだったのにね、泣いてんの。そのくせにね、バカなこと言ってんだよ。俺はメイのお父さんじゃないよ、おじだよ。ご両親はちゃんと別にいるんだから。いや、ほんとバカだな。わざわざ言わなくてもね。案の定メイのやつ怒ったな。なんでわざわざそんなことを言うのって。私にとってマサトおじさんはもう一人のお父さんなの。私には2人お父さんがいるの。たかしにもそう説明しているんだから、これでいいの。お父さんだってよ。この時初めて呼ばれたな。っていうか、呼ばさなかったんだよ。兄貴と姉さんに悪いしさ、メイにはちゃんと両親がいたんだってことを忘れないでほしかったからさ。もう俺絶句して泣いた。書いてる今も思い出して涙出てきた。やばい。いい子に育ったな。話やな。37歳で娘を嫁にやるとは、もう怖いもんなしだな。うわーん。なんかたかしくんも泣き出してね。もちろんメイも泣いてる。もう俺も含めて最初の堅苦しい空気はどこ行ったって感じでね。幸せだなってバカみたいに思ってたわ。後日社長に報告しに行ったら、社長も奥さんも我がことのように喜んでくれてね。なんていい人たちなんだろう。ああ、気になっている人のために娘さんたちはこの時点で2人とも結婚済み。長女には3歳の男の子がいる。そうそう、婚約した祝いにってことで、俺とメイとたかしくん、社長夫妻に長女一家、次女夫妻の大所帯で一泊旅行にも行ったんだ。もう社長一家は親族みたいなもんだしね。体育会系の社長、たかしくん、次女旦那の3人は意気投合して酔いつぶれて大変だったな。奥さん娘さんたちはメイと長女息子を囲んでめちゃくちゃ盛り上がってた。俺と長女旦那はなぜか2人でしんみりと酒飲んでた。最後はみんなが俺のことをお父さんお父さん呼んで囃し立てやがってさ。楽しかったよな。家族が増えた感じだな。おっさんの長話ごめんよ。もうすぐ終わる。先週結婚式だったんだよ。レストランウェディングってやつ。それでもどっかから新婦呼んでバージンロードみたいなのわざわざ作ってさ、メイの手を引いて歩くんだよ。涙こらえるの大変だった。綺麗になったよ、メイのやつ。よかったな。姪っ子とバージンロード歩けて事故の日からは考えられない幸せだな。式というか披露宴もさ、
メイとたかしくんの友達や社長娘さんたちが張り切っていろいろ準備してくれた手作りでね、和気あいあいって感じだった。たかしくんのご両親もざっくばらんな方たちでね、素晴らしい娘さんを育てられましたねって言ってくれたよ。縁も竹縄っていうとこでさ、あれだよ、新婦からのお手紙だよ。新郎新婦がさ、まずは友達のところへ行って素敵な式をありがとうってやって、次に娘さんたちのテーブルへ。長女姉ちゃん、次女姉ちゃん、お姉ちゃんたちのおかげで私はどれだけ助けられたでしょう。二人とも大好きな本当のお姉ちゃんたちです。ってさ、かなり省略したけど、でもって抱き合って泣いてたよ。たかしくんもそれ見て泣いてた。なかなか涙もろいやつだよ、彼も。俺も泣いてたけどな。親が子を虐待したり、子が親を殺したり、両親健在なのに自殺する奴がいたりするこのご時世に素晴らしい家族だな。次が社長夫妻のところ。社長ももう泣いてる。奥さんはニコニコしてた。Kおじさん、今まで本当にありがとう。おじさんが助けてくれなかったら、私は今ここにいることはできませんでした。Kおじさんは大好きなもう一人の本当のおじいちゃんです。Y おばさん。おばさんにはいろいろなことを教えてもらいました。おばさんの料理、今でも大好きです。Y おばさんは大好きなもう一人の本当のおばあちゃんです。これもかなり省略してるけど、社長号泣。奥さんはずいぶん大きな孫娘だわ。で笑ってた。奥さんわらわら。なんという様子で朝から VIP 徘徊しててよかった。式には兄夫婦と姪が一緒に写った最後の写真とうちの両親、義理の姉の両親の遺影も用意してたんだ。その写真に向かって、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん。私大人になったよ。会えないのは寂しいけど、今私は幸せです。ずっと見守ってくださいね。で、最後が俺だよ。俺もうすでに泣きすぎて、立っててもなんかプルプル震えてたと思う。まさとお父さん、お父さんが12歳の私を引き取ってくれたとき、私がどれほど嬉しかったと思いますか？お父さんは私のためにたくさんのことを捨てなければならなかったのではないでしょうか。それでもお父さんは一度も投げ出すことなく私を育ててくれました。私を褒めてくれました。私を叱ってくれました。私のために泣いてくれました。私はとても幸せです。私を育ててくれてありがとう。私を愛してくれてありがとう。まさとお父さんはずっとお父さんとは呼ばせてくれませんでしたね。でももうこれからはお父さんとしか呼びませんからね。ありがとう、まさとお父さん。大好きです。だってさ、いい子だな。バカ野郎、こんなお約束ネタに。俺の涙腺のバカ野郎。最後のお礼の手紙、実際にはもう号泣しながらだからちゃんと読めてなかった。書き込んだのは今その手紙を見ながらだよ。すまん。かなり泣きながら書いてる。その後、たかしくんの友達柔道軍団に無理やり胴上げされて貸し衣装が破れたのはいい思い出だ。こんな良い子を育てたエッチを尊敬するよ。まさか VIP で泣く日が来るとは。泣くのを抑えるの大変だわ。家庭内暴力の中で育ったから羨ましさも混じってやばい。俺エッチと同い年なのに何やってんだろ。メイには絶対言えない話だけど、正直ちゃんと育てられる自信なんかなかった。兄貴たちが事故に遭うまで仕事もせずにブラブラしてたお気楽次男坊だった。いつもどうやってメイに接したらいいのかって悩んでたよ。26歳が突然12歳を引き取るんだ。ちょっとありえない話だ。でも奇跡的にあんないい子に育ってくれた。K 社長に巡り会えたことは俺にもメイにも素晴らしい結果をもたらしてくれた。
どれだけ感謝しても足りない。今日の夕方、娘夫婦が新婚旅行から帰ってくる。明日は兄貴夫婦の墓前にみんなで報告に行ってくるよ。さあ、次の問題は俺の嫁取りか。まさか娘に先を越されるとはな。頑張るぜ。37歳独身、23歳娘あり。ここまで付き合ってくれた方ありがとうございます。下手なドラマみたいな話ですが、セリフの正確性を除けばおおむね実話です。あとあれかな、質問あったら聞いた方がいい？おつめいちゃんの声は誰で再生したらいいの？元歌なので古くて申し訳ないが、久川綾とか。あみちゃんかよわら。大きな不幸もあったけど周囲の人に恵まれたな。なんかいろいろすっ飛ばして父親の幸せを味わった一致には、これからまっとうな恋愛ができるのだろうか。もし相当落ち着いた人じゃないと女性も相手できないだろう。今彼女いるの？いないの。でもそれが寂しいとかじゃなくて、まあ今は燃え尽きてるから何もできないかもしれん。いい話なんだな。まさとくん、俺の目から溢れる熱いものはどうすればいいですか？冷めるまで待っとけ。まさとお父さんお疲れ様。おっさんなんでビッパーなの？メイが就職して家に一人でいると時間を持て余す。2ちゃんを見る。ビッパーになる。しょぼーん、もうビップ卒業してええんやで。いや、卒業しなはれ。しょぼーんな。ありがとう。初めてのすれたてで楽しかったよ。さようなら。お疲れ様です。めいちゃんとの一番の思い出は何？古い話だが、メイが6歳の頃、兄貴の転勤で遠く離れることになった。その時にメイが義理の姉に、まさとくんに会えないの寂しい。いっぱい怒られたけど、いっぱい遊んでくれたから。って言ってたらしい。めちゃくちゃ嬉しかったよ。泣きながらやっと追いついた。孫が生まれる前に嫁を見つけるんだ。いいこと言ったわら。孫か。40前におじいちゃんになるかもしれないのか。孫、可愛いだろうな。こんなこと聞くべきではないと思うが、めいちゃんに欲情した瞬間ってのはあったんだろうか？もちろんマサとお父さんはしっかりした理性の持ち主だし、立派に娘を送り出したことは分かっているんだが、断言できるが、一切ない。ただし、下着とか洗濯したり購入の際に恥ずかしさがつきまとったのはあった。40前でおじいちゃんか。一致のすべてを理解し、包み込んでくれる嫁が見つかることを祈って、このスレを閉じることにする。あんたはすげえ人間だ。まあ、しばらくは嫁とか結婚とか考えられないだろうな。そうだね。ありがとどうも頭の中からトトロが離れないけん。もう結婚しないで孫の誕生を楽しみにしてろよ。今のママが幸せなんじゃねえの？う。よし、最後にくだらないことを書いて終わろう。メイ15、俺29のある夏の話。俺の成人雑誌見つかった。社長からもらった無修正洋物。メイ、それを奥さんにチクる。俺、社長にもらったと供述。メイ、奥さん、娘さんたちの前で正座させられて説教された。いや、あの時、社長から少女物をもらわなくて本当によかった。もしあれがあったらどうなってたことやら。少女よりも成熟している方が好みです。当時ギリギリ20代だよ。そりゃ処理も大変さ。ってことで軽く終わります。ではのし。社長はロタ長々お疲れ楽しかったよ。マサトマジいいやつじゃん。いい子に育ってくれてほんとよかったな。ビップのくせにうるうるしちまったぜ。なんていうか、笑ったり泣いたり不幸もあったけど幸せもあってとにかく良いスレだった。あとは本当に嫁だけだな。貯金が100万切った時の背中が寒くなる感覚は異常だったな。うちの妹はあっさりで既婚したけど、してくれてありがたかった。
いいスレだった。お疲れ様でした。クソ釣りかと思って開いたのにクソ。マサトのおっさんすげえわ。人間として尊敬する。今までお疲れ様。そしてこれからは自分のために生きてくれ。マサトのおっさんのこれからに幸多からんことを。久しぶりに泣いちまったおじさん。早く幸せになってくれ。今更だが今度は自分の幸せをちゃんと見つけてくれ。めいちゃんにうんと自慢できるような幸せを一致。久しぶりに泣けたよ。ありがとう。一致をつ。これからは一致が幸せにならないとな。メイとイッチは壮絶な体験をしました。その際、社長たちが彼らを支えました。困難を乗り越えるたびに社長たちの助けがありました。最後は感動的な結婚式を迎えることができました。今度はイッチの幸せを祈るばかりです。コメント欄で皆さんのご意見をお聞かせください。またこの動画の評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。